はい、おはようございます。そべちゃんの秘密基地です。お久しぶりです。今日はですね、このタント L375S を買ってから約3年半経ったので、良かった点、悪かった点などをレビューしていきたいと思います。この車は2022年の2月にヤフオクで買いました。その時のね、詳しい動画を出してるので、ぜひチェックしてみてください。込み込み19万円でヤフオクに車屋さんが出品してるのを買いました。自分で車屋さんに持ってって修理してもらったりっていう整備費用が少しかかったので、それと本体価格合わせて26万円になりました。で、13年落ちで今17年落ちぐらいということで、結構ね、修理する箇所とかが乗ってる間に出てきてまして、まずオイル交換をかなり頻繁にします。 L375S のタントっていうのはよく整備士さんの方もおっしゃるんですけど、オイル食いが激しいという車になってるみたいで、3ヶ月ぐらい乗ってたらもう3分の1ぐらい減ってる感じになります。オイル漏れとかそういうのを何回かね見てもらってはいるんですけど、漏れてないっていうことなので、蒸発してるんじゃないかなというのでね、3ヶ月おきにオイル交換はするようにしてます。なのでオイル交換代はめちゃめちゃかかってます。で、あと修理した箇所としては、この車で車中泊に初めて遠出で出かけた時に、この差し込むところから煙が出てきたことがあって、うわ、やばいやばいやばいって私なりに調べたところ、ヒューズがダメになってる可能性があるということで、自分でヒューズを交換しました。ヒューズの交換は比較的簡単にできました。ヒューズ自体もすごく安いです。200円とかだったかな。ですし、簡単にできました。3月に車検に出した時に、ちょっと右後ろの後方のところから異音がするというふうに整備士さんから教えてもらいまして、それがハブベアリングというところから異音するから、交換しちゃった方がいいよということで、部品自体2万円ぐらいして、工賃も2万円ぐらいして4万円ぐらいかかりましたね。ハブベアリングとオイルとタイヤとヒューズぐらいかなになります。カスタムとかはね、修理には含んでないんですけれども、車自体の修理費用ってなるとそれです。この車走行距離なんですけども、今、買った時は5万5,000キロだったんですが、現在3年半経ってみて今9万4,000キロになってます。約3万9,000キロですかね、3年半で。1年1万キロなので、普通の走行距離かなというところです。こちらのタントちゃんは長さが3メートル40センチぐらい、幅が1メートル47センチで、高さが1750ミリなんで175センチぐらいということになってます。で、私上にねルーフボックスをつけてるので、それが2メートル5センチぐらいなんですね。なんで 2.1 の上限の駐車場にはギリギリ入れる感じにしてます。もともと車中泊で使おうと思って購入した車なので、もう早い段階で後ろの後部座席を取っちゃいました。それで軽貨物で4ナンバーに申請して4ナンバーでずっと乗ってます。なのでね、後ろはね結構広いんですよ。こんな感じで床寝れるようにしてます。これはね、最近した DIY なんですけども、玄関にしました。やっぱね、この靴をねこう置いとくところがないと乗る時にめちゃめちゃ不便なんで、これはねかなりいい DIY です。 DIY ってほどでないんですけど、足を置いて触ることもできます。こんな感じで簡単に乗るようにできるし、足もねこうつけておけるんでいいですよ。今17年落ちなので、古い車になるので、もちろんバックカメラとかはついてません。なので自分でこうドラレコを設置して後ろを見やすくするなどはしました。初代ドラレコは6,000円ぐらいで買ったやつなんですけれども、すぐ調子が悪くなっちゃって
こちらの1万円ぐらいのドラレコに変えました。でね、電源なんですけれども、電源はこの今電気ついてるこのテープライトの電源とかは車本体から取ってるんではなくて、このポータブル電源から取ってます。でこのポータブル電源もルーフボックスの上にソーラーパネルを貼り付けていて、晴れてる日はこっから約そうですね、調子のいい時で60ワットとか70ワット80ワットぐらいかなはここに充電できるようにはなってます。走行充電とプラスしたら結構ねすぐたまります、晴れてる日はなので今この AC アダプターをここに挿してるんですけども、車内の冷蔵庫も動かすことができてます。で車中泊には本当このポータブル電源は必須だと思うので、一番初めに揃えるならこれかなと思います。で燃費なんですけれども、街乗りはリッター10ぐらいです。高速は多分15ぐらい出てるんじゃないかなと思うんですけども、結構燃費悪いです。重いよ重いよっていう声が車から聞こえてきます。この車買った時に重視してたのがエアコン機能なんですけれども、私当時ワンワンがいたのでエアコンは移動する時に必須だなということで、エアコンはすっごいね効きがいいんですよ。今でもねバリバリにエアコンはいけるんです。なんですけどエアコンをつけながら車を運転して走らせていると、もうとても馬力がなくなってしまいます。高速道路とかは真夏だと切ってますね。真夏でも切ってます。基本的に街乗りの道でも私はエアコンは一人の時は切ってます。じゃないとね、坂道とかだとね、本当自転車の方が早いのかなっていうスタートになってるんで、ただ平坦系な道が続くようなとこだとつけます。坂道で切るみたいな。皆さんそうですよね、軽自動車はね。スターターが悪いんで、エアコンのガスを整備の時にやってもらったりとか、あとガソリンのところに入れるパワー燃料みたいなのを入れてみたりとかもしたんですけれども、それはねもう体感でわかるぐらいの効果は全くなかったです。全然変わりませんでした。この車は車中泊にも使用しているので、止まってる時間が多いので暑いから一応網戸をね DIY してつけました。こっちとこっちとこんな感じで網戸を作ってます。ただちょっとね大きさをミスったんでちょっと短めなんですよね。少し間が空いてるんでこっからね虫さんが侵入パラダイスにはなってるんですけども、この隙間で養生テープとかで貼っちゃえばもう最悪侵入は防げるなっていうことに気づいたので、見栄えを取るか実用性を取るかというところでやってます。ではここでこのタント L375S を3年半乗ってみたところで良かったメリットを発表したいと思います。メリット1つ目は駐車がしやすい。軽自動車なんでね当たり前っちゃ当たり前なんですけども、コンパクトな分狭いところでもどこでも駐車できます。私免許を取って初めて買った車がこの車なので、駐車はねとてもしやすくてとっても助かってます。でメリット2つ目、先ほどの駐車がしやすいのと似たようなことなんですけども、細い道とか小回りが利くことですね。で山道とか行っていると細い道とかキャンプ場とかでもねもうすれ違い困難なんじゃないかっていう道が結構あるんでね、そういう道でもねこのタントちゃんなら結構最近だとねスイスイ行けるようになりました。当時はねすごい怖かったんですけども、今では四国一周っていう経験を積んだおかげで山道とかもね結構行けるようになりました。メリット3つ目なんですけれども、この L375S は運転席から見る視界がかなりいいです。私調べなんですけれども、私が他の車、教習車とかもそうですし、プリウスとかノートとか N ボックスとかアルトとか、軽自動車群たちその辺にしか乗ってないんですけども、その中でもダントツで視界がいいです。
なんでかわかんないです。この椅子の位置がいいからなのか、この窓の開け具合なのか、ダッシュボード具合なのか、こう絶妙なところなんですかね。かなり視界がいいです。なので他の車乗った時とかもちょっと怖いぞって思ったりしますメリット4つ目なんですけれども、こういうハイルーフタイプの軽自動車になるので、かなりね天井が高いんですね。なので車中泊がしやすいです。で後ろの荷室も広いのでかなり広く作られていますし、車中泊にはかなり便利だと思います。で、最後のメリットなんですけれども、この車は、今17年落ちなんですけれども、もう17歳なんでね、この子は私で最後かもしれないっていう思いがちょっとあるので、カスタムはしやすいです。かといって何でもかんでもこう穴開けてやるというわけではないんですけれども、なるべく壊さないようにしながら、こういうカスタムなんかができたりしてとてもいいです。新車とかだったらね、この DIY するのにもちょっといろいろ気使ったりなんていうのあると思うんですけども、比較的この車はもう好き勝手できちゃうので、それはかなりいいメリットだと思います。メリットに続きまして、次デメリットの方をご紹介したいと思います。デメリットのお話をするんですけれども、これは前提としてピンクの L375S タントに乗ってる場合のデメリットです。他の色とかだったらまた変わってくると思うので、ピンクのというところをちょっと念頭にお話ししたいと思います。これも私費なんですけど、当社費なんですけれども、煽り運転されがち。こんな感じで、私の運転に問題があって煽り運転されてるということもあるかもしれないんですけれども、横に熟練の運転者が乗ってる時とかでもすごい煽り運転されるね、なんでだろうねみたいなことがあったりするので、ちょっとしたことですぐ煽り運転につながるかなっていうところはあります。あくまでも個人の感想です。で、これはまた煽り運転に続くお話なんですけれども、私はあんまり気づかなかったんですけれども、隣に熟練の方を乗せるようになって気づいたことなんですけれども、ものすごく割り込みが入ってきます。それを、私は普通だと思ってたんですけれども、そういう車社会のルールかなと思ってたんですけども、熟練さんからするとちょっと多いかなっていうところで、そういうふうに見られがちかなっていうのはありますね。でですね、私はこれは車中泊をするで最大のデメリットかなと思ってるんですけれども、ピンク色の軽自動車のこのタント、見た目がすごく可愛くて、どうしてもこれが良くてこれにしたんですけども、どっからどう見ても女性が乗ってるなっていう雰囲気がすごい漂っちゃって、車中泊とかには不向きだなと思います。なるべく女性が乗ってないと思われた方がいいと思うので、ピンクの軽自動車っていうのはちょっと避けるべきだったなと思ってます。で今更ね、ちょっと塗り直すのもなーっていうところで、そこが一つ悩みの種ですね。今でもちょっとそれが怖くて、一人きりの駐車場とか、人が少ない駐車場とかだとちょっと車中泊怖いかなって思ったりします。4つ目のデメリットなんですけれども、このタントはスマートキーなんですが、近づくだけで鍵が開いて、離れたら鍵が閉まるっていうすごい画期的な発明だったと思うんですよ、当時は。なんですけども、車のエンジン切って車の中にいると、揺れたりなんかしちゃったりすると閉まったりするんですね。車からちょっとだけ離れてるところの距離、例えばガソリンスタンドでガソリンを入れてる時とかも延々にしてますね。ほんと一緒してます。ほんとこれどうにかならないかなと思ってネットで調べたんですけれども、全然その解決策が出てこないです。一説によると運転席のところにオンオフがあるとか、そういったのを見たんですけれども、もう全然関係なかったです。車中泊する時とかこれが中で発動するんで、ピッ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 ってめちゃめちゃ言うんですよ。ちょっと私がこう後ろに移動したりとかす
すると、なのでね、夜だとかなり迷惑になったりするので、これはどうにかしたい問題ですね。キャンプ場とか車中泊とか RV パークとかでかなりどうにかしたい切実な問題です。はいっていう感じで、このタントちゃん3年半乗ってみるのメリットデメリットをお話ししました。でね、このタントちゃんでもう結構ね悲鳴を上げるぐらいボロボロになってきてはいるんですけれども、東京から四国の方まで行って四国一周して帰ってくるっていう車中泊旅行をしたので、それをね次の動画から出していこうと思ってますので、よければそっちの方も見てください。ここまでご視聴ありがとうございました。もしよろしければグッドボタンとチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。